こんにちは。今日はこのワンハンドルのバッグをこの白い糸で2本一緒にしてちょっと大きめにして編んでいこうと思います。具体的には25から26センチぐらいになると思います。この糸は2本一緒にした場合にだいたい2ミリから3ミリぐらいになると思います。お好みの糸で編む場合の目安にしてください。このバッグは試しに編んだものですが、この模様がちょっと変わっていて珍しくて可愛いのと、あとストラップの部分がしっかりはしているんですが、この隙間が多くて軽やかな感じになっていると思います。であとこの、内側を飾りで編んでいるのでとても可愛く出来上がると思います。よかったら試してみてください。でこの糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100% でホワイト 50g 約 120m 綿100で手洗いができて使用かぎ針の目安が6号で、今回はこれを2本で7号で編んでいきます。あとはマーカーを使います。糸を2本一緒にして鎖編みをしていきます。鎖編みを33目で、この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。でサイズを変えたい場合には、今回は8目で1つの模様になっているので33目から8の倍数で増やしたり減らしたりしてみてください。33目編んでいきます。鎖編みが終わったら底を作っていきます。で底は楕円形で2周します。で1周目はこの鎖の両端の目に細編みを3つ、こっちも3つで、この3つのうちの真ん中からスタートするので、この端の目に細編みを2つでぐるっと編んできて、最後に同じ目に細編みをもう一つ、この目がここなので後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。分かりやすいようにできれば裏山に細編みをしていきます。でこの目にまず細編みを2つ、細編みをするので鎖を1つ編んでから細編みをします。針から1、2、マーカーのついたところに細編みをまず1つで、1つ目の細編みにぐるっと編んでから最後引き抜くのでマーカーをつけて分かりやすくしておきます。で同じ目にもう一つ細編み、マーカーのついたところ、これで一つの目に細編みが2つ、ここからは一つの目に一つの細編みをしていきます。まずマーカーのついた隣の目に細編みを1つ、でその隣にも細編みを1つで、次もこのまま一つの目に一つの細編みをずっと続けていきます。でこの端の目には細編みを3つ入れるので、その手前まで一つの目に一つの細編みを続けていきます。一番端の目には細編みを3つ、この目に3つ入れていきます。まず1つ目、次は2つ目で、2つ目の時にはこの糸端を針の上を通って向こうに寄せておきます。でこのまま細編み、次は3つ目、今度はこの糸端を針の上を通って手
手前に寄せておきます。で3つ目で、こうした方がこの最後の目が広がって見えにくくなると思います。でこの1つの目に3つ入れたうちの1つ目と3つ目にマーカーをつけておきます。この目の1つ目と3つ目の細編みで、次の楕円形の時にこの目に増し目をするのでマーカーをつけておきます。でここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。まずこの細編みを3つ入れた隣の目で、糸端を針の上に乗せて編みくるんでいきます。で次も次もでこのまま最初につけたマーカーのところまで細編みを続けます。反対側まで編んできたらマーカーのついた目に最後の細編み、この目に最後の細編みで、この最後の細編みにはマーカーをつけておきます。ここが必要なくなるので、この最後の細編みにマーカーをつけておきます。で最初の細編みに引き抜きます。最初の細編みはこれもマーカーをつけておいたところ、これで1つの目に細編みが3つになって1周目が終わりました。次は2周目。2周目でも1つの目に細編みを3つ、こっちも3つで、その3つ入れる目は前の周で3つあるうちの端、ここに3つ、次の3つのうちの端に3つ、こっちにも3つ、ここにはもうマーカーをつけてあります。で真ん中の上には1つの目に1つの普通の細編みをします。細編みをするので鎖1つで根元に細編み、ここに細編みをして、その隣の目には細編みを3つ、今ここを編んでこの目に3つ、1つ目、2つ目、3つ目、これで1つの目に細編みが3つ、ここからは1つの目に1つの細編みをずっと続けていきます。隣にで、このマーカーをつけたところが細編みの1つ目と3つ目なので、この1つ目と3つ目に細編みを3つ入れていきます。この手前まで1つの目に1つの細編みをしていきます。反対側まで来たらマーカーのついた目に細編みを3つ、でこの目には増し目をしない普通の細編みをします。マーカーのついていた目とマーカーのついた目の間は普通の細編み
で次はマーカーのついた目なので細編みを3つ。3つと1つと3つで、またここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。でまた端まで編んでいきます。くるっと編んできたら最後の細編みの上に細編みを3つ。で最初の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。次は側面の模様編みをしていきます。今回は扇形と四角と扇形と四角を交互に繰り返していきます。で四角は長編みと鎖1つと長編みの四角、扇形は長編み4本の四角。まずここからスタートします。鎖を4つで、下から3つ目にマーカー、この3つが長編み1本の代わりになります。で同じところに長編みを1本、鎖の根元はここで、鎖を1つ、同じところに長編みをもう1本、これで鎖と長編み2本、長編み4本の扇形のうち3本を作って、でぐるっと編んでから最後にもう1本プラスして扇形を完成させます。で扇形の次は四角で、この端でだけ足元1つ飛ばして四角を作るんですが、他は足元2つ。このスタートしたところの両脇と、あと反対側のこの、一番端の両脇、ここでだけ足元1つ飛ばしてで四角を編んでいきます。扇形の次は足元1つ飛ばして2つ目に長編み1、2で、四角なので鎖1つの足元1つ飛ばして2つ目に長編みで四角を作ります。これで四角。次は扇形、四角の次は扇形、足元2つ飛ばして3つ目1、2、3、長編み1本、鎖1つ、同じところに長編みをもう1本、鎖を1つで、また長編みで、鎖を1つ、同じところにもう1本、これで長編み4本の扇形、四角、扇、次は四角、足元は2つ飛ばして3つ目、鎖を1つで四角を作ります。1、2、
次は扇形123、長編み4本の扇形、1234で、次また扇形四角123、端の方まで来ても扇形の次には足元2つ飛ばして3つ目に四角で、四角なので鎖1つで足元1つ飛ばして2つ目、これで四角ができました。でこれまではこの四角と扇形の間は足元2つ飛んでいたんですが、ここではこの端では足元1つ飛ばして次に扇形12、長編み4本の扇形これで扇形で、次も足元1つ飛ばして2つ目に四角12で、四角なので鎖を1つ、足元2つ目、これで四角と扇形と四角で、足元は1つ、こっちも1つで、ここからは足元2つ飛ばして3つ目に扇形と四角とここと同じように編んでいきます。とりあえずここまで編んでいきます。ぐるっと編んできたら四角の後に最初の鎖の根元に長編みを1本、鎖の根元で鎖を1つで、鎖の下から3つ目、マーカーのついているところに引き抜きます。これで端の扇形が完成しました。1、2、3、4、こっちは四角、扇形、こっちは四角で、次は2周目。2周目は扇形の上に四角を作ります。鎖を4つ、下から3つ目にマーカーで、この扇形の1、2、3本目に長編みを1本、これで扇形の上に四角で、次はこの四角の中に長編み4本の扇形、この四角の真ん中に針を入れて長編み4本の扇形、鎖1つ、長編み、鎖1つ、長編み、
れで四角の上に扇形で、この段では全部四角の上には扇形、扇形の上には四角と逆に編んでいきます。次は扇形の上に四角、4本のうち2本目と3本目の上に四角を作ります。で、次は扇形、四角の中、でまた四角、でこれをくるっと繰り返していきます。2周目の終わりでは扇形の後に最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで扇形と四角がつながりました。で、次はこの四角から扇形を作っていきます。でこの四角の中から糸を出したいので、四角の中に針を入れて糸を引き出してで引き抜きます。これでこの四角の中から糸が出ました。でここから1周目と同じように鎖を4つで、下から3つ目にマーカーで、この穴の中に針を入れて扇形を作ります。長編みを1本で、鎖を1つ、長編みをもう1本で、ここでは長編み4本にしないで未完成のままぐるっと編んでいて、最後に1本プラスします。で、次はこの扇形の上に四角2本目で、3本目これで扇形の上に四角で、四角の中に長編みこれで4本で、次は扇形の上に四角で、これで1周して次の段でも交互になるように編んでいきます。でここら辺がちょっとややこしいんですが、ここと全部同じように繰り返していきます。そこは含めないでだいたい17センチぐらいまで編んできました。でこれは好みで深さを決めてください。でちょっと編んできたんですが、これも
17センチぐらいなので、このバランスよりももっと深くしたい時にはもうちょっと編んで、短くしたい時には好きな感じで調節してください。でここからハンドルをつけていくので、真ん中を決めていきます。ペタンとしてから半分に折ってマーカーをつけていきます。反対側にもで、真ん中を決めたらここから編み始めます。こういう感じで狭めていきます。今私がマーカーをつけた位置は真ん中ら辺のこの扇形の3本目と4本目の間で、この部分は段数によって扇形だったり四角だったりするんですが、これから作っていくハンドル部分のこの減らし目がちょっとややこしいので、同じようにこの扇形の後ろにマーカーをつけて始めていく方がいいと思います。なのでちょっと面倒なんですが、ここが扇形になるようにもうちょっと編むか減らすかして、扇形の3本目と4本目の間にマーカーをつけて編んでもらいたいと思います。イメージしやすいように簡単に描いてきました。でこんな風に両サイドで減らし目をして、なるべくなだらかな体型を作っていきます。このラインはマーカーをつけたこのラインで、ここからハンドルを作っていきます。で全てではないんですが、こちら側では2本を一緒にした減らし目が多くて、こちらでは3本を一緒にした減らし目を多くするとすんなりと編めると思います。で一番目指したいことはこの4箇所、ここの角度が大体揃っていることと、あとこの飾りを編んだ下の部分、このハンドルの縁の部分があんまり大きくガタガタしていないことで、多少であれば最後にここの飾りを編むので、多少であれば大丈夫です。で今回の模様が四角と扇形と2つの模様で組み合わさっていて、ですごく幅も角度も違っていて、シンプルな法則性が見つけられなくてちょっとややこしいんですが、なるべく臨機応変にこういう形に近づくように編んでもらいたいと思います。でこういう感じをイメージしてで編んでいきたいと思います。本体を編んだ糸端は最後に引き抜いてギュッとしてでカットしてあります。でこれは置いといて、このマーカーがついている位置は扇形の3本目と4本目の間で、この隣から始めたいと思います。新しい糸を持ってきて、で引っ掛けて引き出してしまいます。これを1回結んで、で同じところにもう一度針を入れて糸を引き出します。で隣のこの四角の長編みの上にこのまま針を入れます。でまた糸を引き出してこれをかぶせるように引き抜きます。
マーカーの隣から糸を出して、その次に引き抜き編みで、鎖を2つで立ち上がります。で、四角の次の長編みの上、真ん中は飛ばして長編みの上、ここに未完成の長編み、糸を絡めて長編みの上で、3本のうち2本から引き抜いて、で最初の鎖と一度に引き抜きます。これで減らし目ができました。でマーカーをつけておきます。で次は扇形の上に四角、このまま扇形の2本目に長編みを1本、でここでは減らし目をしません。ここからは今までと同じように模様編みをしていきます。長編みの次は鎖1つで長編みを編んで四角を作ります。減らし目の次に四角、次は四角に扇形、今までと同じように長編み4本の扇形、で次は四角で、これで反対側のマーカーの近くまで編んでいきます。反対側まで来たら扇形の4本目と、あと下の扇形の2本目から糸を出した未完成の長編みと、あと3本目から糸を出した未完成の長編みを一度に引き抜いて、で減らし目をします。でここがこの部分で、これを一度に引き抜くので未完成の長編みの状態にします。今長編みなのでちょっと戻って、で未完成の長編み、ここが長編み3本で鎖1つの後未完成の長編みで、次は下の扇の2本目から糸を出して未完成の長編みで、次は3本目から糸を出して未完成の長編みで、この未完成の長編み3本を一度に引き抜きます。これで減らし目ができました。こっち側とこっち側で斜めになりました。次はこの部分、次の段でも3本を一度にして減らし目をします。まず鎖を2つで裏返して扇形の2本目から糸を出した未完成の長編みで、3本目から糸を出した未完成の長編み、この3本を一度に引き抜きます。これでまた斜めのラインができました。で次からは今までと同じような模様編みをしていきます。四角の中に扇形で、これで反対側のマーカーのところまで模様編みを続けます。今減らし目をしたところにマーカーをつけておきます。この3本を一度にしたところで反対側まで編んで、四角の後に減らし目をします。で
私はここに長編み1本入れたんですが、これの方がなだらかになるはずなんですが、そうするとちょっとややこしくなるので、今回はこれをなしにして、でこういう感じに続けていこうと思います。四角を編んだら、下の四角に未完成の長編みを1本で、もう1本は減らし目をしたマーカーのついているところ、未完成の長編みで、この未完成の長編み2本を一度に引き抜きます。これで斜めのラインができました。で、次は鎖を2つで裏返します。で、ここに今までは扇形4本を編んできましたが、4本編むと膨らんでしまうので、長編みを2本の扇形にします。で、まずここが鎖2つで、次は未完成の長編みで、これを一度に引き抜きます。ここにマーカーをつけておきます。で、ここからは今までと同じように鎖1つで、もう1本扇形の長編み、これで長編み2本の扇形、次は扇形の上に四角、今までと同じように編んでいきます。で、反対側まで編んでいきます。3段目の端では扇形を編んだ後に、下の扇形の2本目から糸を出した未完成の長編みと、あと3本目から糸を出した未完成の長編みと、あと減らし目から糸を出した未完成の長編みを一度に引き抜いて減らし目をします。と、扇形の後に下の扇の2本目の上で、次も未完成の長編みで、減らし目の上で、これを一度に引き抜きます。これがこの部分で、次は3本ではなくて2本でやります。鎖を2つで裏返します。で、下の扇形のこの部分、今見た側からは1本目2本目の長編みの上、ここに未完成の長編みで一度に引き抜きます。で、減らし目をしたところにマーカーで、この扇形の上に四角を作ります。で、次は今までと同じように四角に扇形もう一本は減らし目のところで、この3本を一度に引き抜きます。こういう坂スロープで、この
今編んだところはここと同じようになっていて、だいたいこういうことをもう一回繰り返していきます。で、狭めていって細いハンドルの部分を作っていきます。ここと同じように鎖を2つ裏返して、でこの今編んだところはここと同じようになっていて、だいたいこういうことをもう一回繰り返していきます。で、狭めていって細いハンドルの部分を作っていきます。ここと同じように鎖を2つ裏返して、で下の扇形の2本目から未完成の長編み、3本目からも未完成の長編み、これを一度に引き抜いて、ここにマーカーをつけておきます。で、ここからは今までと同じように模様編みをしていきます。四角に扇形、扇形の上に四角、で次はここと同じなので四角の後に未完成の長編みを2本出してきて一度に引き抜きます。この四角の中に未完成の長編みを1本で、減らし目のところに未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで減らし目で、もう一回減らし目をしていきます。最終的に長編み1本と鎖1つと長編み1本の3目にしていきます。鎖を2つ裏返して、下の四角の真ん中に針を入れて未完成の長編みを1本、これを一度に引き抜いて減らし目で、ここには長編み2本の扇形を作ります。鎖1つと長編みをもう1本と、長編み4本だと膨らんでしまうので半分の2本で扇形、次は扇形の2本目に長編みを1本、次は3本目に未完成の長編みで、次は減らし目をしたところに未完成の長編み、これを一度に引き抜いて、これで目数は12345で、最終的に3目にしたいのでもう一段減らし目をしていきます。鎖を2つ裏返して、隣の目に未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目、次は鎖を1つで、この次の目1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み、次も未完成の長編み、
これを一度に引き抜いて減らし目。これで3目になりました。ここからは長編みと鎖と長編みでずっと編んでいきます。で、長編みの代わりの鎖3つの間の鎖1つ、大丈夫だと思うんですが、一応3つ目にマーカーをつけておきます。これを裏返して足元1つ飛ばして2つ目、マーカーのついているところに長編みを1本、これで四角が1つ、この上にも四角を作って細長いハンドルにしていきます。鎖を3つと、あと間の鎖1つ、裏返して、でこのマーカーのついた下から数えて3つ目の鎖に長編みを1本、これで四角が2つで、もう1個鎖3つと、あともう1つ一応マーカーをつけておきます。裏返してと、下の鎖の3つ目、マーカーのついているところに長編みを1本、でこれを続けてハンドルの長さを作っていきます。でここではしばらく編んでいって、で反対側ではこれの長さを控えめにして、でハンドルの中央ではなくてちょっとずれたところに縫い合わせていこうと思います。裏返してまた長編み、しばらく編んでみてどれぐらいにするかを見ていきたいと思います。反対側も同じように編んでいきます。でこのハンドル部分の四角の数は全部で13で、長さはだいたい22センチぐらい。引き抜いて針で反対側とつなげます。でよじれていないか確かめてから、でこの部分をあまり何回も縫っていくとちょっと盛り上がってしまうので、緩めに意外と簡単に合わせていきたいと思います。で後でこの部分をかがるので簡単でも大丈夫だと思います。で一回結んでおきます。で次はこの部分を飾り編みでかがっていきます。マーカーのついた隣の隣から始めます。マーカーから1、2で新しい糸を持ってきて、糸を引き出してしまって一回結んでおきます。同じところに針を入れて
糸を引き出して鎖を1つで、マーカーのところに長編みを1本、鎖を1つ、同じところに長編みをもう1本で、鎖を1つ。これで鎖と長編みと鎖と長編みと鎖で、1つ目にマーカーをつけておきます。で、これは編みくるまずに針で糸始末をしておきます。で、足元は1、2、1つ飛ばして2つ目ぐらいに引き抜き編みをします。これが一つの模様になります。で、これで一周します。で、ここが減らし目になっているのでちょっとややこしいと思うんですが、だいたい見た目が合うように編んでいきます。この三角の同じところに入れて長編みを1つ、鎖、同じところに長編みで、長編みの次は鎖、鎖、長編み、鎖、長編みと鎖で、ここを飛ばして次の三角のところに引き抜きます。これは大体でぐるっと編んでも大丈夫です。で、次も鎖1つ、長編みを1本、ここぐらいに長編み、鎖1つ、長編み、鎖1つで、ここら辺に引き抜き編み、足元が減らし目のところでこうはっきりしてないので、大体で合わせていきます。鎖、長編み、ハンドルの根元でも同じように鎖と長編みと鎖、長編み、鎖で引き抜いて、で、次も鎖、長編み、鎖、長編み、鎖で引き抜きで、この合わせたところも同じように鎖、長編み、ぐるっと編んできて、最後の飾りは今までと同じように鎖1つで、長編み、鎖、長編みで、今まではこの後に鎖1つを編んでいましたが、ここでは長編みの後に鎖を編まないで、糸を20センチぐらい残して、で、引き抜いて針で糸始末をします。このマーカーをつけた最初の鎖、ここに手前から向こうに針を入れて、最初の鎖で、最後の長編みの頭に戻ってきます。これが長編み、最後の長編みの頭、ここに上から針を入れます。で、これで今渡した糸が一目に見えるので、今までと同じように鎖、長編み、鎖、長編み、鎖になりました。
でこれを裏で何度か行ったり来たりしてで固定して隠していきます。でしっかり留める場合はちょっと行ったり来たりしてで糸端を隠していきます。他の部分も同じように糸始末をします。でここもここもここら辺もで反対側も同じようにこの飾り編みをしていきます。出来上がりのサイズは深さが約21センチの幅が約26センチ、ハンドル部分は約22センチ。この模様編みがユニークですごく可愛いのと、あと想像以上に可愛く出来上がったのがハンドル部分で、この穴が丸く開いてるところとか、あと飾りの部分と、すごく面白く可愛く出来上がったと思います。この穴の部分も夏らしくてすごく可愛くできました。で他にも可愛い要素がたくさんあるのでぜひ試してみてください。でよろしければ登録と高評価をお願いいたします。